ご視聴ありがとうございます。先日どのドライバーが一番トルクがかかるのかみたいな動画を上げていましてご好評をいただいております。しかしコメント欄でお叱り受けたことがいくつかありまして、今回の動画はそのアンサーとして追加でテストしてきた結果をお伝えします。まず一番多く寄せられてた意見が、ベラはなんで試してないんだというものでした。ベラはどこだ、ベラを出せとおっしゃる通りだと反省はしております。理由は壊れていたというのと出し惜しみです。手元にあったまともなベラが限定色しかなかったんです。前回試験のさらに前にいろいろ頑張ったらどのくらいトルクかかるのかを試験していまして、ベラは素晴らしい結果を残したのですが、力を使い切ってしまったのかねじれてしまったんです。新調はしていましたが、ちょうど限定カラー売ってたのでそれにしてたんですよね。赤白のジャパン限定カラーにしてまして、そういうのあまり興味なかったのですが、実際手にしたら特別な存在になっちゃいました。先日のテストで使うのがもったいなくなってしまってベラはいらなかったんです。今回はベラで一番食いつくと噂のレーザーチップと頑丈さに定評のあるダイヤモンド2つを用意しています。これで実力が明らかに、なると良いなと思っています。もう一つがコメントで教えていただいた製品で面白いなと思ったのがアネックスのデカドラ。見てください、この出落ち感満載の面白アイテム。グリップを見直しトルクかかることだけを追求したこのフォルム。ドライバーの形である必要があるのかは置いといて、もうこれ見たら試さずにはいられませんでした。またこちらはメーカーと言って良いのか分かりませんが、100均系を数本用意しました。なんで高いものしかテストしないとお叱りを受けましたので、これらを試していきます。動画の尺的にこれは後半、次回の動画でお届けしたいと思います。その他スナップオンにネプロス D も名前が挙がっておりましたが、今回は予算オーバーしまして断念をしています。続いてのご意見として、締め方向より緩め方向で試すべきではないのかというもの。確かにプラスの2番で締め側7ニュートンとかってやらないっすよね。これについては今回どうにもなりませんでした。緩め方向で試せるようにネジをダブルナットで固定してみましたが、ネジが折れちゃうんです。緩めトルクは締めトルクの7割程度と言われてますので、ナット2つを12ニュートンで締め付けてみましたが、バシバシ折れてしまいます。トルクを下げてダブルナット10ニュートンで締め付けても折れちゃうことがありまして、これはダメな方法だったっすね。半時計回りに回す評価をするため左ネジを使うことも考えましたが、それもまた実際の作業とは違うくねとなりまして、今回は今までと同じ評価方法である右ネジを締める方向で試験することにしています。良い評価の仕方思いつきましたらまたトライしたいと思ってます。何か良い案ございましたらぜひご教授ください。それから意見としてあったのが、トルクかける場合は違う方法があるだろうというもの。私も動画内で言及しておりますが、ボルスターを使ったりビット工具に持ち替えたり、いくつか方法は思いつきます。それらについてどのくらいのトルクをかけることができるのか、数パターンで試してみました。こちらも動画の後編、次回公開予定の動画でまとめたいと思っています。最後に、こちらは今回対応することはできなかった項目ですが、グリップによる要因と先端による要因を分けることができたらさらに良いだろうというご意見がありました。確かにドライバーってグリップを売りにしたものと先端形状 ACR なんかが有名ですが、それで差を出しているものとございます。これについてはシャンクで回す、何か大掛かりな装置作らないとならなそう。良い方法が思いついたらトライしたい項目となってます。さてやっていきます。ネジにナットを通したら、それをデジタルトルクアダプターにセットし、バイスでがっちりとつかみます。バイスは木枠に固定がされており、それを片手で押さえながらもう片手でネジを締め方向に力いっぱい回します。かけることのできた最高トルクの値でドライバーを評価していきます。試験は十分に間を空けてなるべく同じ条件となるよう進めます。ネジは毎回交換。手の大きな試験車 A と手の小さな試験車 B で行っています。試験車 B は年末から続く不調で体重が10キロ近く減少しており、もはやポンコツ。今回も試験者への結果を優先的に採用したいと思います。1本目は気になるベラのレーザーチップ。チップ先端に溝が切られたドライバーです。溝のおかげでカムアウトしにくく、がっちりと食いつくドライバー。私も初めて使った時はそのグリップ力に感動したのを覚えています。
ただそのとんでもないグリップ力はネジへの攻撃性や自身の耐久の低さという問題を感じていまして、私は最近手持ち道具には入れなくなったアイテムです。結果がこちら。悪くない数値を記録しました。さすがのベラとは感じましたが、ただし使用感はあまり良くはなく、とにかくネジ壊しそうとか先端ねじれそうという不安がついて回るような何とも言えない不安を試験者2名で感じていました。ネジへの強烈なグリップは手に伝わってくるのですが、それでもカムアウトしそうな雰囲気。シャンクがたわむんすかね。綱渡りしているような何とも言えない使用感でして、印象はあまり良くなかったです。少し柔らかいのでしょうか。不思議な感触のドライバーでした。2本目は同じくベラからダイヤモンドドライバー。ダイヤモンドの粒子なのかなが先端に練り込まれていまして、高次元のグリップと耐久性を備えたドライバーです。私はベラといったらこれを好んで使ってます。廃盤になったり復活したり、品質が下がったとか、また廃盤になるなんて噂もありますが、今のところまだ売ってます。ベラのドライバーで選ぶなら個人的におすすめをしたい一本。がっしりとした六角シャンクにボルスターがつくというのもメリットです。結果がこちら。評判通りに良いトルクがかかりました。使用感は悪くなく、レーザーチップの丸シャンクで感じた不安はこちらにはなかったです。ネジに対してなり道具なり、これ以上やったらダメそうというのがレーザーチップよりも分かりやすく、試験者2名とも選ぶならこっちという感想となりました。続いては前回テストの覇者 KTC の四角グリップ。片手で8ニュートン超えとかなりの数値を叩き出したアイテムです。私はあまり得意なドライバーではなかったのですが、とにかくトルクを出すことに関しては素晴らしいドライバー。結果がこちら。相変わらず強烈なトルク性能を発揮しました。前回よりも大きな数字を記録しています。これはやはりグリップ形状によるところが大きそうな印象。ぐっとトルクかけたければ KTC。これは素晴らしい性能っすね。最後は私の中での5本目。アネックスさんのデカドラ。もう見た目から面白い。これは賛否あるアイテムとは思いますが、私は大好物な一品です。その力見せていただこうと思います。結果がこちら。その形にはしっかりと意味がありました。トルク性能は素晴らしいものがございます。特に手の小さな試験者 B もトルクをかけることができたというのが面白い結果でした。握力に自信がない方でもデカドラ使えばそこそこいけそう。その特徴的な見た目はしっかりと機能するということを実力で示してくれました。ただこの形は携帯することを難しくしています。工具バッグの中で占有するスペースは太く大きめ。可愛い見た目ではありますがとっても邪魔です。ドライバーとしては異質なこの形状から私は使うことはないですね。ドライバー選手権の続きとして、トルクをかけるだけならば KTC の四角グリップが相変わらず最強という結果となりました。回数を追うごと使うごとにこの KTC のドライバーすげえんだと実感が湧いてきたっすね。ベラについては評判通りにすごいというのも分かりました。またシャンクのごつさ、ねじれに対する強さというのは結構重要なファクターっぽいというのも理解したっすね。パワー重視ならば見た目から分かるごつさは有利かも。グリップの太さ、アネックスさんのデカドラのような分かりやすい太さはトルクかけるに有用となりそうです。ドライバー選びの参考にいただけますと幸いです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。